I got you! 生きているウサギはうるさいな。転校するすずめちゃんに花束を贈ろう。賛同者は下に名前を書くこと。一人300円。みんないなくなっちまいやがった。いいじゃねえかよ。1年の時に戻るだけだ。一人でやってきたあの時にただ戻るだけだ。俺はもともと一人だったんだからよ。お、よしき、何やってんだ？サトシ。なんだよその顔。ちゃんと飯食ってるか？岸沼くん、ちっこく今日も元気出てるね。鈴本。お前はみんなじゃなくてサトシを助けたいだけなんだろ。何言ってんのかわけわかんねえよ俺。そうじゃねえだろ。そっちじゃねえだろ。言いたかったことはあいつを守りたかったのに。なんだよ。もう会えないのかよ。ふざけんなよ。取り消させろよ。これをやるとね、その場にいたみんながずーっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。出てきてくれユレ。頼む。どこまでかっこ悪いんだよ俺。頼む。嫌だ。打ち合いたくない。篠崎もサトシも先生もみんな。すまん。俺も連れてってくれ。また逃げるところだった。俺はあいつらに出会えたおかげで生まれ変われたんだ。頼む。怖がりの篠崎が頑張ってんだ。負けてられるかよ。必ず幸子の懺悔を引っ張り出してお前らを成仏させてやる。あれ？メール？ずっと県外。あれ？まだ県外なのに。
篠崎、どこだ？今行く。俺も来た。菱沼くん、来てくれたのね。返事したか？お前一人じゃ心配だからな。ありがとう。本当はすっごく心細かったんだ。早く来てよ。サシ。ちょっと安心。菱沼くんのメールに返事したのは初めてかも。来ないな。もう一度メール出してみよう。何してるの？今どこ？送信。本当に県外なんだよ、きっと。どこかにいるのなら合流できるよね。さてゆかちゃん、君は殺すよ。どうあれそれは決定している。平和な学生生活から一転して非日常。気づけば命の際。信じられないかい？まさか今日自分が死ぬなんて。事故で運悪く命を落とす人たちは朝目が覚めてベッドから出て顔を洗って、その時には夢にも思っていないことだろう。大丈夫、それと似たようなものさ。死は非日常なんかじゃないんだ。常にいつも人の生活のそばに寄り添っている。それを忘れるから死の際に驚く羽目になる。愚の骨頂だ。だがそれが妙味。ゆかちゃん、僕はね、今までたくさん見て触れてきたんだ。いろんな生き物の命の終わる瞬間を。それぞれが最後まで生きようと決して諦めずに、命のきらめきを燃やし尽くして消えていった。生きるというとても美しい輝きをそこに見たんだ。だけど人間はね、こんなにもいろんなことを考え、他者にそれを伝えることのできる大きな脳というものを持ちながら、命とは死についてそれを深く想像しようとしない。生きる意味を考え、自分を律し、人生から無駄を排除する。そんなことには全く無関心で、自分の価値を築くことから目を背け、日々怠惰を貪り、天津さえ
愚かにも自分から死のうとさえする。意味のわからない連中ばかりだ。僕はね、興味があるんだ。人が命の終わりを意識したとき、自分のその身に死が降りかかったとき、どんな命の爆発を見せるのか、それがただ見たい。黒崎はとても美しかった。あいつは僕のことを理解してくれていたのかもしれない。あんなに激しい爆発を見せてくれるなんて。ゆかちゃん、君は僕の妹だ。無反応を装って僕を困らせたりしないだろう。しっかり見せてくれるね。何末魔の死のダンスを。痛かったら悲鳴を上げていいからね。恥ずかしいことじゃないんだよ。それだ、それでいい。もっとだ。どうして私来ちゃったんだろう。しまくんだってひどい。一人で行かせる普通。なんなのよもう。それで誰にも会えずに私無駄死にしたりしたらいいぞ、もっと輝け。綺麗だよ、綺麗だよ。ゆかちゃん、君の好きな食べ物や飲み物、本やテレビを想像してごらん。どんな気分だい？それらすべてを君はもう二度と楽しむことができない。死んで全てが終わるんだ。全部ストップだ。終わりだ。お前はもう終わるんだ。死ぬんだよ。行くよ。ショータイム。助けてくれるの？
あれ、いらないんだ。ふーん。お前、返して、私の。お願いします。お願いします。返してください。いらないんだ。じゃあ、燃やしちゃおう。篠崎！ほらほら燃やしちゃおうかな。どうしよっかな。やめて！私のダメほらほらはっダメ！やめて！いや火ついちゃった燃える中島さんの命燃え尽きちゃいましたちゃんと火は踏んで消しとかないとね。篠崎！なんてことするんだ！町田くんは私と逆打ちをちぎって帰るんだから。中島さんはどこにでも消えてくださいじゃあ後でね、持田くん。ナオミ、心配するな。俺が一緒にいてやるから。中島さんにひどいことしちゃった。はあ気持ちいいあいつには一度ガツンとやってやらなきゃいけなかったのよ。あの情けない悲鳴思い出したら笑っちゃうわ。中島なんてどうでもいいけど、ゆい先生を探さなきゃ。もう少し回ってみよなんだこれ。中に写真が入っている。うわっ！嘘でしょ。
嘘だ。嘘だ。なんだろう。この部屋、呪術っぽい。何？頭が痛い。なんで誰も助けてくれないの？鼻血が。やだ。リシャ。私の学生さ、切れ端入ってたのに。篠崎さん？先生、ごめんなさい。菱沼くん、何してるのよ。もう、返事よこしなさいよ。よこしなさいよ。こっちに来たのならさっさと出てきてよ。菱沼くん、もう何よ、メール返事くれないから心配しちゃったよ。県外だったの？電波飛ばなかった？ねえ。サトシ、大丈夫？ゆか、ゆか。怖かったろ。痛かったろ。俺がついててやれなかったばっかりに。責めないで。サトシのせいじゃない。なおみ。あなたのせいじゃない。じゃあ、誰のせいなんだ？教えてくれ、ナオミ。え？畜生！畜生！畜生！出てこいよ！誰か俺たちを見て嘲笑っているんだろ！サトシ。どうしたの？今、窓越しに見えた渡り廊下に赤い服が。畜生！あの怨霊め！
思い知らせてやる。生きてる人間を舐めるなよ。サトシ、待って！待て、サチコ！サトシ、しっかりして！どうしたの？ナミ、すまん。俺はもう、ダメだ。何言ってるの？どうしちゃったのよ！生きる希望が、湧いてこない。そんなこと言わないでよ！俺の、おまじないの切れ端だ。お前が、持っててくれ。サトシ、やだ！篠崎と合流して、逆打ちで、一緒に帰るんだ。やめて！生きてよ！生きる意味が必要なら、私があげるから！お願い！私のために生きてよ！なおみ。ゆい先生、ダメだったよ。先生が。中島さん、その幸子さんの切れ端、どうしたの？持田くんの？サトシは自分のを持ってるよ。これは、ゆかちゃんの。かわいそうに、あの子も亡くなってた。じゃあそっちに2枚あるんだね。ごめん。それ、くれる？あなたは、バカよ。本当に。私、自分のなくしちゃって。さあ！さあ、持田くん、殺したよ！殺したの！殺した殺した汚い豚、消えたわよ！私とちぎりましょう。一緒にここから帰ろう。ごめんね、中島さん。私の独り勝ちだわ。